はじめましての方もこんばんは。12月に入り、もうすぐ今年が終わることを実感して眠れない男ゆちです。とうとう今年も12月に入りましたね。皆さんは悔いのない1年になりましたか？俺はまだ作りきれていないプラモが有り余っているので、まだまだ後悔が有り余っております。どうにかせねば。このチャンネルではガンプラや美少女プラモを中心に改造や全塗装を行っていくチャンネルです。よかったらチャンネル登録よろしくな。それでは今日作るプラモを見ていきましょう。今日作るプラモは HG ガンダムエアリアルです。水星の魔女の主役機。アニメでかっこよく動いてましたからね。このプラモを作るのを楽しみにしていました。それでは早速作っていきましょう。ニッパーと説明書を取り出し、組み上げると、こんな感じ。思っていた以上の仕上がりですね。これが主役機。プロポーションが最高ですね。個人的にはやはりブレードアンテナの形。そして腰の細さがたまりませんね。それでは早速、可動域やら何やらを見ていきましょう。可動は首が前後に可動し、根元はボールジョイント。肩アーマーは上下に可動。さらに肩アーマーのおかげで腕はより高く上げられます。さらに肩には引き出し関節。二の腕はロールジョイントで可動。肘は思いっきり曲げてこれくらいの可動。手は安定のボールジョイント。腰は前後に少し可動。左右には思いっきりひねることができます。前の腰アーマーは上下に可動。左右の腰アーマーも上下に可動します。そして股関節は完璧に水平になるまで可動。なので足の突き出しも簡単に可能。膝は安定の二重関節。そして足首は C ジョイントになっています。足首はしっかり可動しますが少し取れやすいです。ですが C ジョイントなのでひねることができません。足首のアーマーはボールジョイントなので微調整が可能。つま先はつま先単体で可動。そしてかかとはロールで可動。お分かりいただけただろうか、この可動域の凄まじさを。素晴らしい可動域のおかげでこのような珍妙なポーズだって取ることが可能です。本当に素晴らしいですね。次にエスカッシャンの装備を見ていきましょう。盾を分解すると11個のパーツになります。それぞれを腰、太ももの両脇、左右の肩、左右の腕に装備させたらこんな感じになります。装備を取り付けるとさらにかっこよくなって本当にいいですよね。さらになんといっても装備が機体に追加されても稼働は変わらず思いっきり動かせます。控えめに言って最高ですね。最後に付属パーツなどを見ていきましょう。まずはシールと胸の交換パーツ。ビームサーベルは2本あり、さらにライフルにもエフェクトパーツがあります。言い忘れていたのですが、この後ろについた腰パーツ、一部を取り外しビームライフルに取り付けることができます。色々とゴツゴツとついている装備の機体ではないのですが、組み替えが色々とあったりして楽しめるキットになっていましたね。さて、俺なりのレビューは以上。今日はこの機体を新機動戦機ガンダムウィングに登場するRG ウィングガンダムを使い、俺なりのガンダムエアリアルを作っていくぜ。ちなみに2体を並べるとこんな感じだ。割とエアリアルが大きいんですね。ミキシングが大変そうな気がしてきましたが、早速改造していくぜ。では改造の方行くぜ。まずは腰回りからいい感じにウィングとエアリアルの腰を混ぜたいので、エアリアルの腰をプラノコで切り、切った裏面にはウィングの関節のボールジョイントを接着していきます。そしてウィングの腰回りは少しヤスリ掛けをしてエアリアルの腰の干渉がないようにします。できたらあとは2つをドッキング。これで腰回りは一旦終了。次に足回りを見ていきましょう。足はこのまま取り付けるとウィングの腰アーマーと干渉してしまうため、一度分解し根元は切り落とします。さらにウィングの太ももパーツも程よく切り、ヤスリで整えたら 1mm のプラ板を2枚貼り合わせ、さらにエアリアルの足の方にもプラ板を貼り合わせておきます。さらに両方に 3mm の穴を開け、プラ棒を通して接着していきます。肩はウィングの肩を使いたいので、ウィングの関節部分をリューターで整え、エアリアルの関節を移植していきます。
さらに肩の根元はそのまま移植は難しかったので 2mm のプラ棒を入れてから穴を開け接着します。さてここまでのざっくり改造を見ていきましょう。プロポーションはまあまあ悪くなさそうですね。気になるのは少し足が短いかなってところと、肩のパーツの自己主張がすごい半端ないですね。少し整えていきましょう。まずは右の肩からウィングの足首のパーツで余っている部分を切り取り接着していき、さらに膝パーツを程よく形を整え肩のボリュームをアップさせ、そして隙間にはパテを埋めます。さらに走行下の関節部分には 3mm の穴を開け 3mm のプラ棒を取り付け、そして 3mm のプラパイプを程よい大きさで取り付けます。そこに女神デバイスで余っていたマントを取り付ければビームマントっぽいものが完成します。そして反対側の左肩はウィングの肩を大幅にカットし、そこにエアリアルの肩を組み替えて取り付け、右肩と同じくパテで隙間を埋めていきます。出来上がった両肩がこんな感じだ。たまには左右非対称っていうのもいいものだな。続いて足です。足はエアリアルの C ジョイントのパーツを切り取りウィングの足首に移植します。接着剤の乾燥を待っている間にウィングのパーツとエアリアルのパーツの太ももの隙間にプラ板を詰めたりしてパテで形を整えていきます。出来上がった足がこんな感じ。ウィングの足首を使ったことで少しだけ足が伸びた感じがします。まあでもパッと見はリオの足ですよね。さあ続いてはバックパックです。バックパックはウィングのバックパックを使います。なのでウィングのバックパックの部分をまずヤスリで平らにします。そしてその上に 1mm のプラ板を貼り付け、右側のウィングパーツを左上寄りに移植してフェニーチェ風にしていきます。バックパックの右側にはウィングの縦を細かく切ったものを取り付けていきます。その前に程よい部分に 3mm の穴を開け、本来太ももにつく S カッシャンを取り付けられるようにします。そしてバックパックに女神デバイスで余っている関節を取り付け、その上から先ほど加工した縦を取り付けます。ただこれは前から見ると関節が色々とダダ見えなので、エアリアルの足首の走行とウィングのアンテナを取り付けて関節の丸見えを防ぎます。最後に裏面にエアリアルのバックパックの一部を取り付ければこんな感じ。さあ次に武器です。まずバスターライフルの先端を切り、その先端をエアリアルのライフルに接着。だがこのままだとボリュームが足らないため、アスラシリーズで余っている剣をライフルの下に取り付けます。さらに細かく切った縦の残りの一部を関節を仕込んでライフルの上に取り付けます。少し物足りない感じがする部分には余っている細かいパーツを接着していきます。さらに使わなくなったエアリアルの足もいい感じに形を整えライフルに取り付けていきます。そしてライフルを整えたのがこんな感じ。なんやかんやでごついライフルになってしまいました。まあ満足なんですけどね。さてもう一度全体をチェックしてみましょう。さらにプロポーションを良くしたのがこんな感じ。マントのせいでしょうかね。思った以上に騎士っぽいエアリアルに仕上がってきましたね。プロポーションは良さそうなので、ここからはディティールアップ。まずはモールドの追加から、モールドを追加したい部分にシャーペンでマーキングし、デザインナイフで溝を作り 0.2mm の高値で筋彫りをします。深く掘れたらヤスリがけをし、さらに 0.3mm で 2,3 回掘り直し、さらにヤスリがけをすればモールドの完成。これを気になる部分全てにやります。さらに直線がだいぶ長い部分にはガイドテープを使い直線をきれいに筋彫りします。そして筋彫りが終わったら 0.3mm のプラ板を小さく切り、少し物足りないかなっていう部分にプラ板を貼り付けていきます。さらに物足りない部分には 3mm の穴を開けマイナスモールドを埋め込んでいきます。だいたいディティールアップができたのがこんな感じ。灰色になっているのでどこまで良くなったのか全くわからないな。どれほど良くなったのかを見せつけるために一度パーツを分解し、細かい塵やゴミを洗い流し、持ち手棒に持たせよく乾燥させたら塗装の方行くぜ。
まずはボーンペイントのシャドウプライマーを全体に塗り、塗装の食いつきを良くさせます。そしたらその上に、装甲パーツ類にはミスターフィニッシングサーフェイサーグレイを塗り、灰色に染め上げます。さらに関節や武器パーツにはミスターフィニッシングサーフェイサーブラックを使い、真っ黒に染め上げます。真っ黒に染め上げたらカメラアイやブースターの内側は一度シルバーに染め上げます。そしてカメラアイなどには蛍光ブルーグリーンを塗ります。この時ついでにマントも緑色に塗ります。そしてブースター類には純色シアンで色付けしていきます。そしてついでにマントもグラデーション塗装。いい感じに乾燥できたらマントにはサファイアブルーを上から塗りキラキラさせます。一部関節周りにはパレホのブロンスブライトを塗ります。ライフルについている剣の根元にはパールマーズダークブルーを塗ります。さらに剣先などにはスターブライトシルバーで塗り分けします。そして今塗った関節パーツ類などの塗り分け部分はマスキングをして全てをスターブライトアイアンで塗り上げます。装甲パーツにはピュアホワイトとオレンジイエローを混ぜ白く塗ります。そしてコーラルオレンジとオレンジイエローを1対1に混ぜ黄色の色を塗ります。そして腰の赤パーツにはローズディープレッドとウォーカーブルーを混ぜて赤紫色に塗ります。羽やボディ色にはマーズダークブルー、ローズディープレッド、ピュアブラックを混ぜ黒紫色に仕上げます。そして今まで塗ってきたパーツたちにはしっかりマスキングをし色を微調整し塗り分けをしていきます。そして塗り分けをし終わったパーツがこんな感じ。マスキングを剥がす時が一番ドキドキするぜ。この時しっかり塗り分けができているかを確認していく。さてこれでエアブラシによる塗装は大体終了。ここからは筆などに乗る部分塗装。まずはタミヤ墨入れブラックを使い装甲パーツ類に墨入れをしていきます。そしてはみ出してしまった部分にはエナメル薄め液を使い拭き取っていきます。さらに黄色いパーツ類たちにはタミヤ墨入れブラウンを使って墨入れをしていきます。さらに追加でモールドをアップさせたくなった時にはエポキシ接着剤を使いメタリックに塗ったマイナスモールドを接着します。次にマークソフターを使って市販で売っているデカールをいい感じに貼り合わせていきます。そしてデカールがいい感じに貼り終わったら身内が作ってきてくれた株式会社ガンダムのロゴを貼っていく。これはインクジェットで印刷しているものなので一度クリアのトップコートを拭いてから水につけて貼っていきます。そして最後にトップコート艶消しとクリアを1対1に混ぜ全体に塗っていきます。これで全ての作業は終了。あとは組み立てれば完成。ガンダムは宇宙に必要だ。宇宙とスレッタを守るために僕は戦うんだ。
いかがだったでしょうか？今回のガンダムエアリアルのミキシングは。カラーリングはニューガンダムを参考にしてきたのですが、なかなかいい感じになりましたね。そしてプラモだけではなく、今後の水星の魔女の展開が気になりすぎて眠れませんね。それでは今日の動画も面白かったよ、楽しかったよって思った方は、チャンネル登録、熱いグッドボタン、熱いコメント待っているぜ。さーて、今日のおまけのコーナーはこれ。この相棒の目、一見見えるようで見えないもの。この相棒の髪の毛をつけると視界はゼロになる。視界の確保のために覗き穴を作るぜ。作り方は簡単。目をえぐり、伊達メガネに接着。あとは程よい位置に取り付ければ完成。完璧だぜ。どうだ相棒。ありがとう、もう一人の僕。これで前が見えるようになったよ。これでゲーム配信なんかもできそうだな。これで視界、やばいよ。何を言っている。これが本当の闇のゲームだぜ。それでは次回の動画でまた会おうぜ。またな。